サギの花 VS 多発性筋炎薬ゼロになるまで。前回は入院中の筋生検の話をちらっとしましたが、今回は入院初日の怒涛スケジュールをお届けします。そしてついに迎えた運命の入院初日。午前中に受付を済ませて、そのまま病棟へ案内されます。担当は3人体制。主治医、多分中堅の女医さん、あとピチピチ研修医。新人看護師さんも加わって、研修医、私との3人で話すことが多かったんですが、みんな20代でめちゃくちゃ話しやすい空気でした。新人看護師さんなんて開口一番で、女の世界マジ怖いですよってぶっこんできて、横の研修医がそんなこと患者さんに言わないって即ツッコミ。まるで友達と喋ってるみたいな距離感で話しかけられて、入院の緊張吹っ飛びました。なんて和んだ瞬間が最後でした。そこから検査ラッシュ開幕。まずは血液検査。外来で散々抜かれてきたのに、研修医がじゃあ詳しく検査しましょうか。で大量採血スタート。次は尿検査。よくあるコップ提出かと思いきや、今日1日分全部この容器にお願いしますっていうフル蓄えスタイル。次 CT 検査。しかも造影剤初体験。点滴から入れられた瞬間、体がじわーっと熱くなって、私今お漏らししたって本気で思いました。撮影終わってベッドから起き上がるとき、台が濡れてないかそーっと触って確認したのは、この日まで誰にも言えなかった初出しエピソードです。漏らしてませんでした。ご安心を。胸部レントゲンは余裕と油断してたら、点滴付きの腕で検査着に着替える罰ゲーム発生。片手拘束で T シャツ脱ぐとか、もはや知恵の輪。そして避けたい検査ランキング常連、マンモグラフィー。これ痛いって聞いたんですけど、やらなきゃダメですかって先生に淡い期待を込めて尋ねたら、禁煙患者さんの3割はがん併発しますから、一応ね。3割？いやまあそりゃ受けますけど。結果？知ってたけど普通にめっちゃ痛かったです。骨密度検査もありました。治療でステロイド飲むと骨粗鬆症になりやすいから記録取りましょうって。副作用のための事前検査もあるとは思わなかった。心エコーもやりました。血液検査では CKMB が基準値の12倍で、私心筋梗塞なのってなる数値だったんですけど、心臓も筋肉なので多発性筋炎の炎症が心臓に出ることもあるんですよ。本当に心筋梗塞の人でも CKMB は数倍から10倍くらいになるケースが多いらしくて、私はそれを軽く超えてたという。でも検査結果はまさかの異常なし。心臓タフすぎて逆に尊敬。心電図は寝転ぶだけの平和タイム。ここだけオアシス。で、ここまででエネルギー残量ほぼゼロ。でも入院初日は終わらない。夕方、満を持してラスボス登場。筋生検。前回出てきた厚スタイル主治医に逃げ道塞がれて、はい、もう避けられません状態。スケジュール的にも初日のとどめとして配置されてるあたり、もう鬼スケジュール。検査は太ももに局所麻酔して筋肉を1センチ四方くらいサイコロ状にちょっとだけ取るんですけど、私、血とか処置系本当に苦手なんですよ。だから先生たちの会話がもうホラー音声。止血お願いします。まだ死亡ですね。やめて。想像力フル稼働しちゃうタイプなんです。で、泣いた。半泣きとかじゃなくて勝手に涙さらーって出てくる感じ。そこに現れた救世主。あの女の世界マジ怖いって言ってた新人看護師さん。ずっと手を握ってくれて天使ボイスで大丈夫ですよ。あとちょっとですよ。って励まし続けてくれました。もうあの人には一生足向けて寝られません。でね、筋生検なんと1時間くらいかかったんですけど、先生の言い訳がこちら。思ってたより脂肪が分厚くて、なかなか筋肉まで届かなかった。
今なんて？私の太もも地層か何かは？しかも入院前の外来では形成外科の先生が担当しますって聞いてたのに、なぜか本番では膠原病内科の主治医がメス握ってるという謎展開っ細い糸で縫いましたから、傷も目立たないはずです。て言われたけど、数年後別件で形成外科に行った時に傷跡を見せたら、先生にこれはひどい。やり直してあげようか。って言われたのは今でも忘れられない。そんなこんなで怒涛の入院初日、ここでようやく終了。でもね、本当の戦いはこの後始まる治療編で明らかになります。当時の私は病気も薬も全然分かってなくて、不安と疑いで頭パンパンでした。だから当時の私はこう感じてたなという過去視点で喋ってますが、先生に文句があるとか悪く言いたいわけじゃありません。むしろ今は主治医の先生をめちゃくちゃ信頼してるし大好きです。変な意味じゃなくて大学病院の多忙な現場で対応してくれたことに本当に感謝してます。ということで、これはリアル闘病トークとして受け取ってもらえると嬉しいです。そして次回、治療のステロイド物語、よかったらぜひ続きも見てください。